皆さん、こんにちは。漫画家の島本慎です。です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はですね、またこんなお悩みが来ておりました。バランスがいいイラストが描けません。どうしたらいいですかというお悩み。バランスはうまく取れないね。これね、結構来るな。常にみんないろんな人からこのお悩み来る。バランス取れないって。バランスが取れない。体のバランスが取れないって人もいれば、もうなんか絵のバランス、とにかくもう全体的にバランスが取れない。でもね、わかるんだよ、その意見。なんか結構顔描いてさ、体描こうとした時にさ、紙一枚にさ、なんか全然おかしいみたいになる。そうだよね。まあ初心者あるだと思うし、なんだろう。でも私に聞いてきてる時点で、バランスが悪いことはわかる。でもどうしていいかわかんないし、何をどう直していいかがわからないっていう人たちなんだと思う。はいはい。自分で見た時に、変だなって思うんだけど。そう、何が変かがわからない。ということで、今日はですね、そのバランスが悪い時の解決法で、自分でセルフチェックしてほしいポイント5つ紹介したいと思います。なるほど。ぜひなんか最近描いた自分がちょっと変だなと思うイラストを持ってきてもらって、この動画を見ながら一緒にセルフチェックしてみてください。そうすれば変なとこ分かる可能性がある。ある。良くなる可能性あります。では早速やっていきましょう。はい、じゃあ、まずはですね、何も参考がないと良くないなと分かりづらいなと思ったので、こちらのイラストを用意しました。こちら、こっちゃんが描いてくれたシンディちゃんなんですけども。うまいよ。いや、もう十分うまいのよ。小学生でこんなに描けてたら私も本当に十分と思うんだけども。うまいよ、俺からしたらこれ。こっちゃんの悩みもバランスが悪くなっちゃうなのね。ああ、そうだ。同じなんだ。そう。なので、このイラストをベースにちょっといろいろ考えていきたいと思います。で、ちょっとこれだと今カラーで色がついてて分かりづらいので、私がこの絵をちょっとトレースして、なんとなく線画だけ抜き取ってみました。じゃあ今からここをセルフチェックしていきたいと思います。まず一つ目のセルフチェック。これが一番初心者で、さらに結構年齢層が若い絵描きさんに多いあるあるなんだけど、頭と体のバランスが合ってるかどうかっていうことなのね。で、大抵の場合、ほとんどの人は頭が大きくなりすぎてるっていうパターンが多い。俺もそうだもん。頭から描いて紙の中に体を収めようとするからだと思うんだけど、ただそのみんなが描くイラスト、このこっちゃんのイラストもね、この頭が1個として、1、2、3、もはや3頭身なんだよね。ちょっとミニキャラに近い。そうだね。でもみんながイメージしてもらう。例えば私の描くようなイラスト、これはもう7頭身ぐらいあるんだよね。要はこれの半分ぐらいの頭の大きさでできてるんだよね。なので、それをまずはちょっと確認してもらって、ちっちゃくしてみたいと思います。こういうことです。ちっちゃはいや、確かにさっきの絵と比べてね、まだ他の部分があるから、バランスが良くなったかって言われて分かんないんだけども、頭身が良くなってると思う。高くなってるから、漫画家さんたちが描くようなイラストってのは、大抵が、6頭身、7頭身ぐらいだと思うんだよね。だからそこの範囲にまずなってるかっていうのをチェックした方がいいかなと思います。ただ場合によって、スプラトゥーンみたいなイラストが私は描きたいんですって場合。あれはもう意図的に多分4頭身ぐらいだと思うんだよね。こっちはこのぐらいのやつでいけてる。それこそだからこれかこれぐらい。これぐらいでいいんだよね。だから私がスプラトゥーン系のイラストが描きたいって思ってるんだったら大丈夫。そのままでもね。でも、あれそうじゃないです。でも数えてみたら3頭身とか4頭身でした。みたいな人はぜひ、あれ頭が大きすぎるんだってことにまず気づいてほしいんだよね。ということで、まずはちょっと頭と体のバランス、頭の頭身が本当に自分が描きたいイラストに合ってるかっていうのを確認するっていうポイントでした。じゃあ次のポイントなんですけども、手足が小さすぎないかっていうチェックをしてもらいたいので、基本的にはね、今小さすぎないかって言ったのは、私が今まで初心者さんのイラストを見てきたときに、大きすぎる例ってあんまり見ない。大抵私が見た限り小さすぎるなって人のが圧倒的に多いのね。だから小さすぎないかチェックしてほしくて、多分だけど人って苦手なものを描くとき、なぜかちっちゃくなるんだよ。やっぱ自信がないっていうのが出ちゃってる。そう、それを思い切ってちょっと大きく描いてみようと思います。じゃあちょっと一回このこっちゃんのイラスト、ちょっと手足を少し大きくしてみたいと思います。ということで今ちょっと手足を大きくしてみました。ただね、手は私が見た感じそこまでこっちゃんのねバランス悪くないなと思ったので、本当に気持ちちょっと大きくしてます。で、足は結構思い切って大きくしてます。靴でかくなった。でもなんかこっちのがちょっとバランスが良くなってるの分かる？なんとなく分かる。なんとなく分かる。頭身がやっぱこの絵もともと低いからなんだけど、ちょっとスプラトゥーンっぽい絵柄に近づいたっていうか、ちょっとこう全体のまとまりが良くなってるんだよね。っていうのでやっぱ手足の大きさっていうのをぜひちょっと確認してみてください。多分小さいと思う、みんな。バランスが悪い人って。じゃあ次です。
3つ目はね、関節の位置がおかしくないかを確認するという。関節の位置？そうだね。関節の位置っていうのは、主に肘や膝、曲がる場所のことです。あー、なるほど、そういうことね。で、それが今までもちょっと別の動画とかでもいろいろ説明してきてるんだけど、意識してほしいのは、まあ、こことこことこことここね。で、ここが大体同じ長さ。こことここが大体同じ長さ。で、こことここが同じ長さ。こことここが大体でいいんだけど同じ長さ。まあ、さらには、左右でちゃんと同じ長さ。これと、こことここも同じ長さで、こことここも同じ長さ。要は、足と手もちゃんと左右でここが同じかっていうのを見てほしいのね。そうなってった時に、こっちゃんの場合は、こことここは大体同じ長さ、まあ、こことここも、まあまあ、ちょっと大体同じ長さだとは思うんだけど、足の場合がこことここが、こことここがね、今こうなった時にね、違うんだよね、長さが。こことここに、今この膝がここじゃん、こっち。でもこっちここにあって、ここがこんなに長さがさ、確かに。ここの長さが違うでしょ。っていうのをまずだから直してあげたい。どっちかに合わせて直してあげたい。なので、ちょっとそこを修正していきたいと思います。はい、こんな感じになりました。全然違うわ。具体的に直したのは、ここの足の部分だけなんだけど、ここの足を伸ばしました、下に。ってなるとこんだけ違うんだよね。全然違うわ。こっちゃんね、ナストの場合は多分大きくだからバランスが悪かったとこって関節の位置だったんだよね。足のね。そう。まあ、強いて言えば私的にはこれ腕も長すぎるなとは思うんだよね。さっきのちょっとこれを見てほしいんだけど、手の付け根っていうのは太ももの付け根と同じぐらいになるの。この手のひらがお尻の位置に来る。だからこれの場合ね、こっちゃんの場合手伸ばしたら手ここら辺に来ちゃって膝まで来ちゃうから手が長すぎるっていう問題もあるけども、正直そんな細かいところまで全部チェックしてたら本当に大変だし、だからとりあえずはさ、左右の関節の位置合わせるだけでもだいぶバランスは良くなる。確かに全然違う。っていう感じです。じゃあ次はですね、4つ目のポイントいきたいと思います。はい、じゃあちょっと今度、次の説明をするために若干こっちゃんの絵をね、いじらせてもらいました。手の位置が変わったね。手の位置変わらしてました。4つ目の確認してほしいポイント。今までちょっとね、子供の人たちがよくあるあるだったんだけど、次大人の人とかある程度書けるようになってる人たちあるある。まあ特に高校生以上ぐらいの人たちあるあるなんだけど、首の太さと肩の太さが自分の描きたい絵柄と合ってるかっていうのを確認してみてください。っていうのも、これだとね、今のこのイラスト見てほしいんだけど、太すぎるのね、ちょっと。大抵私が思うに、細すぎるっていうパターンは子供の人に多い。で、太すぎるっていうパターンが大人の人に多い初心者あるあるだと思うのね。で、これ太すぎるパターンなの。今私がやってるのはね。これちょっと直すとどういう風になるかっていうのを見せたいと思います。はい、ということで、これ首の形を調整したイラストがこちらです。こっちが元の太かったやつ。で、こっちが細くしたやつ。バランスがどっちのがいいかって言うと、やっぱこっちだと思うんだよね。これはちょっと、この絵に対して、体に対して首が太すぎて、肩も太すぎて、なんかごつくなっちゃってんだよね。上半身だけ見たときいいんだけど、下半身まで見たときバランス悪いんだよね。これは、この手足の細さに対して、首や肩幅も、だいたい同じ比率で合ってる。で、まあ、どっちかといえば、イラストや漫画のイラストってリアルな人間よりも全然首とかって細くなる。特に女の子キャラとか描くときはそうなってるのね。なので、首や肩が太くなりすぎてバランスが悪くなってる人の方が私が見てる限り多いかなと思うので、ぜひちょっとそこの首や肩の幅が自分が描きたいなと思ってる絵柄に本当に合ってるかっていうのを微調整してみてください。なるほどね。なんかね、そこをいじるだけでちょっと絵の見え方って変わります。これ今ちょっとこっちゃんの絵でやってるから、イメージが分かりづらいんだけど、一回ちょっと私の絵柄でもこれの見本を見せるね。これ私の絵でちょっと見てほしいんだけど、上が、まあ基本的に私がいつも描くバランスのイメージで、まあちょっと細め、首ちょっと長め、まあ肩幅も、まあそれに準じた首っていう、肩幅っていう感じなんだけど、下はいつもより私が描くよりも太め、肩幅がっちりめに描いてる。確かに、ちょっと全然違う。これだけで、みんなが見せたい絵のイメージって全然変わるっていうのが伝わると思うんだよね。なんかやっぱ、俺は、しも先生いつもこっちで描いてるから、こっちがうまいと思って、こっちはなんかちょっと、なんか今日、バランス悪いなと思うでしょ。まあ、でもそれって私が言いたい
のはさ、好きな好みがどうしてもあるから、必ずしも下が悪いってわけではない。確かに確かに。ただ、その自分の思うバランスがいいがどっちかっていうのを知っておかないと、で、正直、そんなにみんな気にしてなかったかもしれないけど、首の太さ、長さ、肩幅の幅、で、絵柄のイメージって本当に変わるのね。確かに顔一緒だけど全然違うもんね。全然違うじゃない。ここが自分の中でバチってハマるのを見つけられた時に、自分の中でバランスがいい、しっくりくるっていうのがね、結構くると思うんだよね。なるほどね。うん、だから、もちろん書いていくうちに変わってくるとかも全然あると思うんだけども、自分なりにそこを調整していくと、男の子キャラでも女の子キャラでも同じことでね、自分の中での気持ちがいい、バランスがいいっていうのが見つけられるんじゃないかなと思うので、意外と盲点だけど、首の太さと長さ確認してみてください。じゃあ最後のポイントいきたいと思います。5つ目のポイントなんですけども、もうこれは本当に極論なんだけど、自分が理想とするエチさんとか、要はこういう絵柄、こういう人の絵がいいなと思ってる人の絵を自分の絵の横に並べてみるっていうことね。だから今回はさっきまで調整したこっちゃんの絵。これ一番最初に調整した後のやつね。別にこれでもバランスは良くなってんだけど、思い切って昔私が描いた絵と横に並べてみました。ってなった時に、ちょっと顔の大きさとかをこうじゃあ揃えたら、どんだけこの絵がね、体が下までもう飛び抜けちゃってるかっていうのもわかるし、この絵だとするとね、この元の絵は、自分の絵は、結構頭がやっぱ大きいかもしれないっていうこととか。確かにでかいね。プロとか自分の憧れてる人と比較することで一番バランスの悪さに私は気づけるんじゃないかなと思うんだよね。仮に憧れてるやつがこの私みたいなね、頭身のイラストだった時に、私の絵ってやっぱちょっと頭でっかちだっていうのが一番最初気づいたこととかに改めて気づくんだよね。ということで、じゃあ最後はこの頭身目指してこの絵を最後直してみたいと思います。今まで気にしたところ全部入れます。じゃあ最後ですね、今までの5ポイントを全部意識して書き直してみました。まずこれが元の絵。で、これが今私が手直しした、バランスを追求した絵なんだけども、まず一番最初のポイント。頭が大きすぎないか確認するという。描きたい絵柄の頭身にもよるんだけども、仮に私が描きたいのが、その6頭身ぐらいのイラストだったとしたとき、やっぱ頭が大きすぎるってことに気づいたので、頭をもうかなりちっちゃくしました。半分ぐらい違う。そういう風に頭をちっちゃくするとどういうことかっていうと、そもそも紙にこの位置で描いたときには下半身がもしこのサイズでいくのは切れちゃうってことも分かった。確かに。要はもうこれぐらいの位置に描かなきゃ全身は入らないんだっていうことが。あと紙2個ぐらい必要だよ。そうだよね。わかりました。次に手足が小さくなりすぎてないかっていうのを確認しました。元の絵の場合、こっちゃんの手はそんなに絵が可愛い感じだからね、悪くないんだけども、よりこういう頭身高い絵になってくればくるほど手足が小さすぎないかっていうのは結構ポイントですので、私はちょっと大きいぐらいのが可愛いかなと思ってます。で、次ですね、関節の位置が間違ってないかっていうのを確認しました。次が、首が太くなりすぎてないか、肩幅が太くなりすぎてないかっていうのを確認しました。そしたら意外にも元のこっちゃんのイラストより、さらに私の元のイラストは細くなったぐらいのイメージで細くなってます。これは自分なりのしっくりくるがきっとそれぞれあると思うので、自分なりのしっくりくるバランスがいいを見つけてください。で、最後に理想の絵と並べてみて自分のバランスがどうなのかっていうのを確認しました。そうしたらね、なんとなくこっちゃんのベースに私描いてたら、横に自分で並べたら、あれもっと顔ちっちゃいやみたいな感じで、どんどん顔ちっちゃくしていったっていう感じで、やっぱ思ったよりも顔ってちっちゃく描くんだなっていうのが今回本当分かったっていう感じです。という感じが今回自分なりにできるバランスが悪い時の対処法セルフチェックのやり方5つでした。これは本当になんかやってみたら全然変わる可能性は本当にそう、今みんな本来最初に言ったようにね、自分の絵を持ってこう確認してくれてると思うから、よかったらこの動画と一緒にちょっと手直ししてみて、そしたらきっと少しは自分の中でいいバランス見つけられるんじゃないかなと思います。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の島と慎太郎。バイバーイ。ぜひやってみてください。頑張れー。